皆様こんにちは、セリナです。今回は口コミで人気のデパコスファンデーション10種類を徹底比較していきます。大手の口コミサイトや百貨店のオンラインショップのランキングで特に人気が高かったデパコスファンデーション10種類の塗り心地や仕上がり、自然光で見た時のイメージ、香り、4時間後のマスク崩れを比較していきますので、組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れ方に違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクを提案していきます。今回のようなベースメイクの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えたアイシャドウやチーク、リップなどのご紹介もしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較していくファンデーションの紫外線カット効果と使用色をご紹介していきます。資生堂エッセンススキングローファンデーション SPF30 PA3+。使用するカラーは240。コスメデコルテ全ウェアグロー SPF20 PA2+。使用するカラーは N22。ディオールスキンフォーエバーフルイドグロー SPF20 PA3+。使用するカラーは2N。シュウエムラアンリミテッド毛圧やセラムファンデーション。こちらには紫外線カット効果は入っておりません。使用するカラーは574。グレートポーボーテタンクッションエクラルミヌ SPF25 PA3+。使用するカラーはウォークル10。ナーズライトリフレクティングファンデーション。こちらには紫外線カット効果は入っておりません。使用するカラーは02174。アディクションザ・ファンデーションリフトグロー SPF20 PA2+。使用するカラーは標準色の006。RMK クリームファンデーションアクアティックグロー SPF18 PA2+。使用するカラーは標準色の102。ランコムタンイドルウルトラウェアリキッド N SPF48 PA2+。使用するカラーは標準色の BO02。スックザ・ファンデーション SPF30 PA2+。使用するカラーは020。続いて、塗りたての状態の仕上がりを比較していきます。今回下地はスックザ・プライマーを使用しています。それぞれのカバー力と毛穴補正効果はこんな感じで、今回ご紹介している中で一番ハイカバーだったのはランコム、続いてディオール。反対に一番ナチュラルだったのは RMK、続いて資生堂となりました。ランコムは一塗りでもしっかりカバーして、重ねるごとにコンシーラーいらずのハイカバーに仕上げることができます。続いて毛穴補正効果が高かったのはランコム、ナース、スック、クレドポーボーテでした。ランコムは毛穴をぼかすようにふんわりとカバー。ナーズ、スック、クレドポーボーテは毛穴をふっくらと見せてくれたり、滑らかに毛穴を整えてカバーしてくれる効果がありました。最後、ツヤ感について。一番しっかりツヤを感じられたのはコスメデコルテとアディクションです。こちらの2つは濡れたようなツヤツヤ仕上がり。反対にランコムとナースはツヤを抑えた素肌に近いような仕上がりでした。ではここからは仕上がりや塗り心地の特徴が似ていた2つを半間ずつに塗り比べて、それぞれの塗り心地、仕上がり、香り、4時間後のマスク崩れを比較していきます。まず比較していくのはこちら、資生堂とシュウエムラです。
この2つは今回ご紹介している中でも特に薄付きで負担感のない質感が似ているのと、ナイアシンアミドなどの共通の美容成分が高配合されている美容液ファンデーションです。それではまずはこちら側半分に資生堂を塗っていきます。資生堂はこんな感じでみずみずしい美容液のように伸び広がります。下地よりもみずみずしくて全然ムラにならないので、乾燥や皮むけでファンデーションがうまく塗れない時や、ファンデーションを均一になじませるのが苦手な方にもとてもおすすめです。はい、こちら側半分に資生堂を何度か塗り重ねて仕上げてみました。カバー力はかなりナチュラルで、ファンデーションというよりも色付き下地といった感覚で使えるので、近くで見てもこんな感じで、赤みや色ムラなどの補正力は低めですが、毛穴はみずみずしい質感でふっくらさせて目立たなくさせてくれるので、厚塗り感を出さずに仕上げたい時にすごくおすすめなのと、コンシーラーやフェイスパウダーなどの上に重ねるアイテムのノリを良くしてくれるので、個人的にはナチュラルカバーのファンデーションの中ではかなり優秀な質感だなと思います。仕上がりはスキンケア後のような自然なツヤが出てくれます。香りはかなりうっすらとフローラル系のスキンケアのような香りがする程度なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にはシュウエムラを塗って比べてみます。シュウエムラはみずみずしく伸び広がるのに肌にスッと馴染んでくれて、肌表面にベタつきを残さないテクスチャーです。ベタつきや重さを感じさせないスキンケアファンデーションをお探しの方にぴったりです。はい、こちら側にはシュウエムラを何度かしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。カバー力は反対に塗っている資生堂よりも若干高めですが、こちらも素肌の透け感が残るようなナチュラルカバータイプです。近くで見るとこんな感じで、ファンデーションを塗っていないかのようなかなり軽いつけ心地ですが、毛穴は自然に埋めてくれて、ナチュラルカバーながらもフラットな肌に整えてくれます。仕上がりは資生堂よりも少しツヤが抑えめな、ギラつかない自然なツヤ感です。シーン問わずに使えるナチュラル肌に仕上がるファンデーションです。香りはフレグランスのような香りが結構しっかりめにする印象です。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも素肌を残したようなカバー力と自然なツヤがとても綺麗です。では、この上にジバンシーのルースパウダーをパフで軽く塗って、4時間ほどマスクのまま過ごして、それぞれの崩れについて比較していきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも塗りたての時のままのベタつきや重さは感じさせない程よい保湿感が持続しましたが、光も比較的最小限に抑えられているなと感じました。特にシュウエムラは顔の中心部分に若干テカリが出てきている感じがしますが、そこまで皮脂っぽくなる感じはしなかったです。そして近くで見てもこんな感じで、資生堂もシュウエムラもファンデーションが毛穴に溜まって汚くなることもなく、マスクの摩擦にも強くて、どちらもテカリや皮脂崩れ以外にはかなり強いファンデーションだなと思います。皮脂と混ざってファンデーションが薄まる感じもしないので、乾燥肌の方には特に崩れを気にせずに快適に過ごせるんじゃないかなと思いました。資生堂はマスクの摩擦も全く感じさせないような状態を保ってくれているので、マスクメイクの時にも大活躍してくれそうです。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、テカリが出てきている顔の中心部分もどちらもベタつきは感じなくて、塗りたての時のような軽やかな適度な保湿感を持続してくれています。どちらも保湿成分たっぷりでスキンケアのような感覚で使えるファンデーションなのに、長時間ベタつきも気にせずに過ごせるところがすごく優秀だなと思いました。とにかく塗りやすさ重視で、スキンケアの延長のような感覚でファンデーションを塗りたい方は資生堂がおすすめ。保湿しながらも重さやベタつきを感じさせない
肌負担ゼロなファンデーションをお探しの方は、シュウエムラが特におすすめだなと思いました。続いては、コスメデコルテとアディクションを比較していきます。こちらは特に比較リクエストをたくさんいただいた2つで、どちらもファンデーションの粉体を感じさせない滑らかな質感、パンと張ったようなツヤツヤ仕上がりなところが共通しています。では、まずはこちら側半分にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテはこんな感じで、粉体を全く感じさせない滑らかな質感です。一塗りでも適度なカバー力があるのに、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まることなく、スルスルと伸び広がってくれます。はい、まずはこちら側半分にコスメデコルテをなんとかしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。重ねても粉体感や厚みは出ないのに、どんどんカバー力が増していって、コンシーラーいらずのハイカバー仕上がりにも調整することができます。近くで見てもこんな感じで、重ねても毛穴にファンデーションがたまらないのはもちろん、濡れたようなツヤで毛穴も綺麗にカモフラージュしてくれます。ツヤツヤでハイカバーに仕上げたい方にとてもおすすめです。香りはフローラル系のスキンケアのような香りが少し強めにします。では反対側にはアディクションを塗っていきます。こちらもコスメデコルテと同じく粉体を全く感じさせない滑らかな塗り心地ですが、比較をするとアディクションの方が肌にピタッと吸い付くようなオイルっぽさを感じます。粉体ではなく密着度の高い色付きオイルでカバーしているような感覚です。はい、反対側にはアディクションを何とかしっかり塗り重ねて仕上げてみました。こちらも重ねていくとファンデーション同士がピタッと密着してカバー力が増していきます。コスメデコルテと比較をすると若干肌に透け感が残るミディアムカバレッジです。ただ近くで見てもこんな感じで肌にピタッと吸い付くようなオイルっぽさで張りが出るので、リフトアップしたような効果で毛穴を目立ちにくくしてくれます。埋めるのではなく張りで毛穴補正といったイメージです。アディクションもコスメデコルテと同様の濡れたようなツヤ肌に仕上がりますが、アディクションの方がさらにピンと張ったようなリフトアップ感の強いハリツヤ肌に仕上がります。香りは原料のような香りのみなので安心して使いやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも濡れたようなツヤがとても綺麗です。どちらもしっかりツヤを感じつつカバーもしてくれていますが、やはり自然光で見てもコスメデコルテの方が若干カバー力が高い感じがわかりやすいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも程よい重さのあるオイルっぽい保湿感があるので、塗っている間も肌を保護してくれるような安心感があり、乾燥が気になる時にもとても使いやすいと思います。塗りたてから濡れたようなツヤが出るタイプだったので、そこまで気になりにくいですが、やはり顔の中心にはどちらもテカリが出てきている感じはします。近くで見るとこんな感じで、どちらも若干塗りたてよりもファンデーションが薄まっている感じと、特にアディクションはマスクがよく当たる位置は摩擦でファンデーションが剥けている感じが少し気になります。それぞれアップで比較するとこんな感じです。ただ肌表面を触った感じはそこまで油っぽくなっていなくて、比較をするとコスメデコルテの方がさらにベタつきを感じにくかったです。この2つは特に乾燥が気になる肌タイプの方がしっかり保湿をしたい時に使いやすいんじゃないかなと思いました。厚みや毛穴にたまる感じを気にせずにしっかりカバーしてツヤツヤな肌に仕上げたい方はコスメデコルテ、ピンと張ったハリツヤ肌に仕上げたい方はアディクションがよりおすすめかなと思います。続いてはランコムとナースを比較していきます。こちらの2つは保湿感がありながらもツヤを抑えた自然なサーダっぽい仕上がりになるところが共通しています。それではまずはこちら側にランコムを塗っていきます。
ランコムはこんな感じで程よいクリーム感で滑らかに肌に伸び広がって密着してくれます。乾燥が気になるときは水分が多めの下地と組み合わせると冬場でも安心して使いやすいと思います。リニューアルをして崩れにくさや密着感はそのままに、適度な保湿感もプラスされたところがすごくいいですよね。はい、まずはこちら側半分にランコムを何度かしっかりと塗り重ねて仕上げてみました。重ねても重さや厚みは出ずに自然なのに、しっかりハイカバーに仕上がります。近くで見てもこんな感じで、毛穴もぼかすように補正してくれるので、サーダっぽいのにハイカバーに仕上がるファンデーションをお探しの方にとてもおすすめです。今回ご紹介している10種類のファンデーションの中で一番カバー力が高いです。仕上がりとしては顔の中心に柔らかい光が集まるような素肌に近いセミマット仕上がりです。香りは少し甘めのスキンケアのような香りがほんのりとする程度なので、こちらは香りが苦手な方にも比較的使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にはナーズを塗っていきます。ナーズはこんな感じの水分をたっぷり含んだような滑らかでみずみずしいクリームテクスチャーです。肌表面の乾燥が気になる時にも安心して伸ばしやすいタイプのファンデーションですね。はい、こちら側にはナーズを何度かしっかり塗り重ねて仕上げてみました。ナーズも塗り重ねても厚塗り感なくカバーしてくれますが、反対に塗っているランコムと比較をすると、程よく素肌の透け感が残っている感じがわかりやすいと思います。ただ、毛穴補正効果についてはこんな感じで、みずみずしいクリームテクスチャーで毛穴をふっくらさせつつ、自然に埋めて補正してくれているので、毛穴補正効果は高めのファンデーションです。反対に塗っているランコムよりも顔の中心に自然なツヤを感じますが、こちらも素肌に近い仕上がりなので、比較的ツヤ感が抑えめなファンデーションがお好きな方におすすめです。香りは原料のような香りのみなので、安心して使っていただきやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。どちらも自然光で見てもツヤツヤしすぎない素肌のような仕上がりですが、重たいマット質感になっていないところがすごく綺麗ですよね。比較するとランコムの方がよりふんわりとした自然な光を集めるようなソフトマット仕上がり、ナーズの方が全体的に自然なツヤの反射を感じられます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも塗りたての時のカバー力や毛穴補正感をしっかり保ってくれています。そしてランコムは顔の中心にも全くテカリが出てきていなくて、塗りたての状態のままを保ってくれています。ナーズは塗りたての状態と比較をすると全体的にテカリが出てきている感じはしますが、それでもファンデーションが薄まったりよれている感じは気になりにくいです。近くで見てもこんな感じで、ランコムはマスクの摩擦にも強くて、なんとか重ねてカバーしたところも汚くなることなく保ってくれています。ナーズはクリーミーで若干厚みがあるので、マスクがよく当たる位置は少し摩擦によるハゲが気になりました。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。肌表面を触った感じも見た目通りで、ランコムは小鼻の横も全くベタつきを感じない仕上がりです。冬場でもパサパサに乾燥してしまうということもなく、適度な保湿感もありますが、ここまで皮脂崩れに強いのはさすがだなと思いました。ナーズは全体的にクリーミーでしっとりとしている保湿感が出ているので、素肌っぽいイメージの肌に仕上がるけれど、しっかり保湿力があるファンデーションを探しているという方に特におすすめかなと思いました。素肌のような自然な状態のままハイカバーに仕上がるファンデーションをお探しの方や、皮脂崩れが気になる肌タイプの方が秋冬向けのファンデーションに切り替えたいとき、反対に乾燥が気になる肌タイプの方が春夏向けのファンデーションに切り替えたいときはランコムがおすすめ。ツヤツヤしすぎない自然な素肌っぽい仕上がりなのにしっかり保湿をしてくれて、毛穴も自然にカバーしたい方はナーズが特におすすめかなと思いました。
続いてはディオールとスックを比較していきます。こちらの2つはカバー力、塗り心地の良さ、自然なツヤ感などファンデーションに欲しい機能が詰まっている王道の人気アイテムです。ではまずはこちら側半分にディオールを塗っていきます。ディオールはこんな感じで滑らかで伸ばしやすいですが、すぐに肌にピタッと密着してくれます。塗り心地の良さと密着感、どちらも兼ね備えているようなテクスチャーです。はい、まずはこちら側半分にディオールをなんとかしっかりと塗り重ねてみました。下地のみの方と比較をしても、厚塗り感や重さは出ていませんが、自然にカバーしてくれているのと、肌全体をつるんとした滑らかなツヤで覆ってくれている感じがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、滑らかで肌にピタッと密着するクリームテクスチャーが適度に毛穴や凹凸も埋めてくれています。やはりこちらのファンデーションは王道な人気アイテムなだけあって、乾燥が気になる肌タイプの方にも塗りやすいですが、ベタつきが苦手な方にも気にならないような密着感もあり、カバー力、毛穴補正効果も適度に兼ね備えている、いろいろなタイプの方に使いやすいファンデーションなんじゃないかなと思います。ツヤ感もギラギラする感じではなく、滑らかでつるんとしたイメージなので、シーン問わずに使いやすいと思います。香りはディオールフォーエバーシリーズ共通のフローラル系のフレグランスのような香りが少し強めに感じます。では反対側にはスックを塗っていきます。スックはクリームタイプのファンデーションですが、重さやベタつきを全く感じなくて、滑らかに均一に伸び広がってくれます。重たいクリームではないので、肌表面の乾燥が気になる時にも安心して使いやすくて、しっかり肌に蓋をしてくれるような保湿感もあります。はい、こちら側半分にはスックを何度かしっかり塗り重ねてみました。スックは滑らかで質のいいスキンケアクリームのような感覚で使えて、伸びがいいので肌表面のパサつきが気になる時にも安心して塗れて、そのままスキンケアクリームで肌を保護した時のような保湿感を抱え込んでくれるような安心感があります。重ねていってもサーダっぽいイメージをキープしたままカバーしてくれて、反対に塗っているディオールよりは若干サーダ感は残りますが、この塗り心地なのにここまでしっかりカバーしてくれるのはすごく優秀だなと思います。そして近くで見るとこんな感じで、滑らかなクリームで毛穴を整えてくれるような毛穴補正効果があります。毛穴を埋める感じではないので厚塗り感は出ませんが、とても滑らかに仕上がっていますよね。ツヤがギラついてしまうこともなく、セミマットにも寄りすぎないサーターのような仕上がりですが、顔を動かすと角度によって自然なツヤを感じられます。香りは原料のような香りのみなので、こちらも安心して使えるポイントだなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもディオールのつるんとした滑らかなツヤと、スックの角度によって自然なツヤを感じる滑らかな仕上がり、どちらもとっても絶妙で綺麗です。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも塗りたての時の適度な保湿感をしっかり保ってくれていて、塗っている間もパサつきや乾燥を気にせずに過ごせましたが、手加減も最小限に抑えられていますよね。近くで見てもこんな感じで、マスクがよく当たる鼻の頭は若干ファンデーションが剥げている感じが気になりますが、ディオールもスックも比較的摩擦崩れに強く、光が出ている部分も皮脂でファンデーションが薄まる感じも気にならなかったです。アップで比較するとこんな感じの違いです。肌表面を触った感じは、ディオールは小鼻の横には若干ベタつきを感じますが、頬の広い範囲などは皮脂を感じない印象。スックは全体的にしっとりしている感じがしますが、この保湿力を保ちつつ、皮脂は最小限に抑えられているんじゃないかなと思いました。保湿しつつベタつかない、肌タイプ問わず使えるオーソドックスなファンデーションをお探しの方や、枠で覆ったようなつるんとしたツヤ肌にしていきたい方はディオールがおすすめ。塗り心地の良さと適度なカバー力、
毛穴を滑らかに整える補正力を兼ね備えた高保湿ファンデーションをお探しの方はスックがおすすめかなと思います。最後は RMK とクレドポーポーテを比較していきます。こちらの2つはクリーミーながらもみずみずしいファンデーションを塗るのが苦手な方にも綺麗に仕上がる塗り心地の良さが共通しています。ではまずはこちら側に RMK を塗っていきます。こちらはカテゴリーとしてはクリームファンデーションになっていますが、こんな感じでクリームファンデーションとは思えないほどのみずみずしさでスルスルと伸び広がってくれます。最初にご紹介した資生堂と同じくらい伸ばしやすいです。はい、まずはこちら側半分に RMK を何度かしっかりと塗り重ねてみました。下地のみの方と比較をしてもわかりやすいくらい、こちらのファンデーションはかなりナチュラルなカバー力です。近くで見てもこんな感じで、ファンデーションを塗っている感が全く出ないような、厚みや重さを一切感じさせないみずみずしいタイプなので、サーダのような自然な仕上がりにしたい方におすすめです。顔を動かすと頬の中心にみずみずしいツヤを感じられますが、顔全体がギラつく感じはしないのと、ツヤが出ている部分も全くベタつきを感じさせないので、クリームタイプのファンデーションで程よく保湿とツヤを出しつつ、ベタつきを一切感じさせないファンデーションをお探しの方に特におすすめだなと思います。レッドポーボーテは今回ご紹介している中で唯一のクッションタイプです。こちらはこんな感じのみずみずしいスキンケアオイルのようなテクスチャーが特徴的です。肌表面の乾燥や皮むきが気になる時にもスキンケアのような感覚で塗ることができます。はい、こちら側半分にはグレードポーポーテをなんとかしっかりと塗り重ねてみました。カバー力がナチュラルな RMK と比較をするとしっかりカバーしている感じがしますが、グレードポーポーテも適度に素肌の透け感が残るようなミディアムカバレッジです。ただ近くで見るとこんな感じでみずみずしいオイルのようなテクスチャーで毛穴を滑らかに整えてくれるのと、ツヤの反射で毛穴を目立たなくさせてくれる毛穴補正効果があります。ギラつく感じはしませんか？スキンケア後のようなみずみずしいツヤが反射してとても綺麗です。クレードポーボーテはみずみずしいスキンケアオイルのような質感なので、保湿をしながらカバーしてくれるような感じで、冬場に特におすすめなアイテムだなと思います。香りについて、RMK は原料のような香りのみ、クレードポーボーテはローズ系のスキンケアのような香りがほんのりする程度なので、どちらも安心して使いやすいと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとより RMK のサーダっぽい仕上がりとクレードポーボーテのオイルでスキンケアした後のようなツヤ感の違いがわかりやすいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも塗りたての時のままのようなベタつきや重さは感じないけれど、しっかり保湿が持続する感じがしましたが、RMK は皮脂によるテカリを最小限に抑えてくれていて、クレードポーボーテは若干塗りたてよりもテカリが出てきている感じが気になりました。近くで見るとこんな感じで、RMK はテカリが気にならないのはもちろん、マスクの摩擦やファンデーションが薄まる感じも気になりにくかったです。クレードポーボーテもドロドロに崩れてしまうという感じではないですが、やはり皮脂が気になる肌タイプだと、小鼻の横のテカリやマスクの摩擦が気になる印象でした。アップで比較するとこんな感じの違いです。肌表面を触った感じも RMK はしっかり保湿されていますが、小鼻の横もベタつきが気にならなかったです。みずみずしいクリームタイプのファンデーションでしっかり保湿しつつベタつき対策をしたい方は RMK がおすすめ。しっかり保湿感を持続させたい方はグレードポーボーテがおすすめかなと思いました。それぞれの特徴をまとめると、クリームタイプのファンデーションでしっかり保湿はしたいけれど、崩れやベタつきは抑えたい方、サーダっぽく仕上げたい方は RMK がおすすめ。スキンケアオイルのような感覚で塗れて適度にカバーもしてくれる高保湿ファンデーションをお探しの方や、メイク男子の時に塗りやすいテクスチャーのクッションファンデーションをお探しの方は、クレードポーボーテがおすすめだなと思いました。
はい、ではこんな感じで最新版の人気ファンデーション10種類を比較していきました。新作もロングセラーの王道ファンデーションもやはり人気が高いアイテムなだけあって、塗り心地の良さと仕上がりの綺麗さ、保湿力などを兼ね備えているものがすごく多いなと思いました。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。